ファイナルの社長、細尾と申します。今日はですね、私たちの製品 A1 万についてお話ししたいと思っています。聞き手としてちょっとうちの、ファイナルで企画を担当している渡辺と申します。よろしくお願いしまはい、す。お願いします。というわけでですね、今日は A1 万、ファイナルが誇る新しいフラッグシップの、イヤホンということで、これダイヤモンドの振動板を使ったモデルですね。あとはリケーブル対応で MM6 の、対応のモデルになってますっていうぐらいが、すごくざっくりしたところで、一応価格が約40万円っていうモデルですっていうところですね。そうですね。はい。なんかさらっとね A1 万紹介しますって社長が言ってくれたんですけど、40万円のイヤホン今日紹介するっていうことで、40万高くないですかっていうところから始めたいんですけど、最近ですね、結構イヤホン高いのが増えて、40万もあんまり一番最高額じゃなくて、結構今50万、60万、高いものは100万円っていうものもあるんですけども、私たちはあんまり他者を見て値付けするっていうのはあんまりやりたくなくて、自分たちが、ちょっと結構お金もかかったりコストもかかってるので、そこは乗っけていただいて、それで他者を見ずに自分たちのことだけ考えて、価格付けしようと思ってるので、40万ってちょっと高いんですけど、高いですよ。高いけども、いや、そのぐらいしょうがないねって思ってもらえる商品だとは思ってますので、そこが納得いただけると、今日の動画の目的を果たしたかなと。じゃあ早速ですけど、しょうがないポイント1位はどこなんですか？ 1はね、これね、音がね、もう本当にね、いいものができたと思ってます。で、今まで私もこの仕事結構長くなってしまいましたけども、イヤホンでできるところ範囲っていうのはこのぐらいかなっていうところをちょっと思ってたところが、いやそんなふうに思ってなかったですよ。なかったけども今から振り返って思えばこのぐらいしかできないのかなっていうところもあったんだなと。これができて初めてそういう思いにとらわれたことに気がついた。逆にできたものを聞いて初めて。聞いてでね、もうそういう意味で言うとこれは長年の開発がバラバラにやってたものが今回の製品でこう全部が統合されて、でしかもこれね統合するぞって思ってたわけでもないんだけど、振り返ればそういう形になってこの音が出たんだなって思う意味でめちゃくちゃ感慨深い。なるほど。じゃあこれ作ろうと思ったら、自然と今までやってたことが、全部積み重なったものじゃないと今回の音達成できなかったっていうことですよね。でも振り返ったらね。振り返ったらですよね。だからこれ製品開発シートってあるわけですけども、製品開発シートにそういうの書かれてて、それとこうやろうぜっていうなんていうの教科書、マーケティングの教科書に載ってるようなことができてたかっていうと全然できてない。そうですね。ということでよくこういう商品高いものとか作ると何年かかりましたかって聞かれたりするんですよ。よくこれ定番でいつも困るんですけど、そういう意味で言うとこれ2017年ぐらいには私たちダイヤモンドを自分たちで作ろうとして大学とかですね、いろんな会社さんと一緒にちょっと研究をスタートしたところはあったんですけども、そこから2年ぐらい頑張ったんですけど、どうしてもちょっと私たち解決できなくて、解決でダイヤモンドって私たちの CVD っていう方法だと、小さなダイヤモンドの種を置いて、そこに対して今回でいうとドーム状のシリコンですね。それを置いて、その上にちっちゃな粒を置いて、それを電気の力とかで成長させていくっていう、でこうだんだん大きくなるっていう、そういうスタイルを取るんですけども、でその後型を、溶かしてダイヤモンドだけが残るという方法を取るんですけど、応力って言って、ちょっと力がかかっちゃうんですね。でこれが溶かしてほんのわずかちょっと力が加わっただけでパリンと割れると。この問題をですね、私たち自身の開発ではここがですねなかなかこう専門でもないので解決できなくて、もちろん専門家とも一緒にやったんですけど、私たちが達成したいこの R のドーム
っていうのが結構深かったんですね。うんうん。で、もちろんこれを浅くすれば、できたんですけども、浅くすると、合成がせっかくダイヤ使ってるからここまで行きたいっていうのがあるじゃないですか。はい。なのに、ダイヤ使っても R が浅いとそこまでいけないんですよね。はい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 。それのジレンマに悩んで、結局ちょっとやっぱりせっかくダイヤ使うんだったら理想の方に行きたいねっていうので、やり続けて、結果ダメだったっていうのが。一応、はいまあ聞いておきたいんですけど、うんそんなに作るの大変なダイヤ、ええ。なんでダイヤじゃなきゃダメなのかっていうところも一応、確かに確かに。もう多分苦労で思いが溢れてると思うんですけど、そもそもです。そう、なんでダイヤじゃなきゃいけないのか、はい高いだけなんじゃないって多分、普通は思うと思うんですけど、確かにね。マーケティングで、ね、ダイヤ使ったらどうなのっていう。なんか金のロレックス高いじゃんみたいは。ないのと同じ感じじゃないじゃないですか。違うんですね。ダイヤっていうのは、まあ当然ダイヤモンドって皆さんご存知の通り工業用としてもたくさん使われてて、カッターの刃とかにも使われるぐらい、もうめちゃくちゃ硬いわけですね。で、この硬さっていうのが、実は振動板にとってはもう本当に必要なことで、まあ、ピストンモーションって言ってこう、正確にこう、ピストンモーションするには、硬さが必要で、で、教科書、いわゆる私たちのが読む音響の、教科書、スピーカーの教科書でも、理想の振動板としてダイヤモンドっていうのは書いてるんですね。書いてるけど、まあ、なかなかやってる人はいないと。で、ただ、実はスピーカーの方では、そうね、もうでも結構なりますかね。十数年前、20年はならないかもしれないけど、B&W 社とか、まあ、その他にもダイヤモンド振動板でツイッターを作られる会社が出てきて、で、ここの人たちのが結構技術革新としてまあスピーカーのハイエンドの世界を引っ張ってきたっていうのはあります。だから別にダイヤモンドを使うっていうのはそんな変わった発想ではなくて、当たり前のことをいいに決まってることをきちんとやるってなったら、まあそういうことがダイヤモンドっていう選択肢があるっていうのはあるんです。ただ、私たち実はねちょっと違うのが、彼らは大きいんですよ。もう少し径が。だからまあ、ちょっとできたんですけど、私たちは結構この、実際の振動板非常に小さくてですね、イヤホンだと。別の難しさがあるというところがあったんですね。はい。それですね。またあれですね。そもそもっていうと、話がちょっと漏れてるかな。硬いは今聞いたんですけど、硬いがやっぱ一番なんですか？硬くて、あとですね、ある程度内部損失って言って、変な音、鳴らした時に変な音がしない。それってなんか叩いた時に響きが残っちゃうみたいな。響きがですね、ちゃんと収束がいいとか、まあいろんな項目があるんですけども、まあダイヤモンドって実はどれも結構なかなか良くて、なかなか良くてっていうのも実際やってみて初めて気がついたんですけどね。あ、そうなんですね。教科書には硬いよしか書いてなくて、内部損失とかっていうのは結構作り方によっていろいろ変わるので、必ずしも一定じゃないんで、私たちは今回使ってみて内部損失も意外に大きくできる。で、内部損失っていうのは音が収束するところには結構効いてくるので、余計な音がしないというところもある。硬くて余計な音がしなくて。これはもう本当に理想的な振動板なんですね。なるほど。まあでもそれ聞くと、確かにH マンとってもなんか不思議な静かさがあるじゃないですか。なんか音鳴らすものなのに静かっていうのがなんか正直おかしいこと言ってるのはわかるんですけど、ただ静かですよね。なんか。そうですよね。そう。今ね、イヤホンで私が今までイヤホンってここができないなと思ったところが、スピーカーとかでも本当のスーパーハイエンドの世界行くと、で、まあ最近ですね、スピーカーって何千万もするのが割と当たり前になっちゃってるんですけど、あれ、もちろんマーケティング的にってもあるでしょうけど、実際のところ言うと、なってしまうところもあって、低域をですね、本当に正確に低音を出そうと思うと、非常に合成が高い振動板が必要で、さすがにそれはダイヤはできないんで、アルミを削り出したりとかですね、カーボンとかですね、まあすごく、まあいろんなことをやる。で、しかもそれがたくさんつける。そこまでして初めて、
100Hz 以下とかの低音の中に本当に細かい繊細さと奥行き感、低音っていう塊じゃなくて、低音の中にもう奥行きもあれば空間もあって、もう繊細な音色もあってっていうところが実際楽器にはあるわけですけど、はい。あ、こういうのができるんだっていうのが、現代スピーカーのやっぱり凄さではあるんですよね。ただ、なかなかその凄さを発揮するのに、今もうとんでもないお金がかかってしまうと。で、これはね、一方で私、非常に残念だと思ってるんですよね。うんうん私が車好きだったとして、全然車好きじゃないけど、だったとして、勤め人だとしたら、フェラーリが好きでも買えるわけがないじゃないですか。まあ、そうなんですよね。そうすると、やっぱり寂しいなっていうか、まあね、プラモデル作るしかないよねっていうことになっちゃうんだけど、ポータブルのね、いいのっていうのは、まあ高いですよ、40万。高いけども、40万と、まあ、プレイヤーとアンプとかで合わせて100万ちょっとぐらいかけると、まあ、世界でも最高峰のポータブルシステムが完成するわけですよね。でね、趣味の世界としては高い。だけど自分も当然もともとは普通のサラリーマンですから、サラリーマンの時に100万円を出さなかったかっていうと、出してましたね。出しますよね。まあ、むしろ、痛っと思って、めちゃくちゃ痛い、痛いんだけど、出してたね。で、その100万円出して、まあ、その時なりに自分ではなかなか素晴らしいと思ってる時の面白さっていうのは、まあまあ、ちょっと楽しいわけですよね。まあ、あとやっぱその趣味人としては、はい。やっぱその趣味の世界の中で一番いいものって、その絶対抗えないじゃないですか。興味。そうですよね。そう。どうなんだろうとか、一回はやっぱり、それに落ち着くか分からなくても、一回は手にして使ってみたいって思うじゃないですか。あと、最高峰のものを試してから何か言いたいですね。いや、そうです。やっぱりなんかその、上限値というか、そこまでその、知った上でじゃないと、まあ、例えばですけど、なんかコスパなんて最近言ったりしますけど、コスパのパフォーマンスって、じゃあその、どの定規で測ってるのかとも思うじゃないですか。だって、本当にハイエンドのものまで知ってたら、コスパがいいって、すごく納得感あると思うんですよね。車の評論家の先生とかも、やっぱりその評論とかで、フェラーリとかポルシェとか、なんかああいう高い車も乗ってるから、なんか500万円ぐらいのスポーツカーでも、これはめちゃくちゃいいって言われたら、いいのかもしれないってやっぱなるんで。で、マニア気質っていうのを持ってしまうと、残念だけど、最高峰を、まあ持って、少なくとも自分で運用してみたいっていう好奇心が抑えられないじゃん。無理です。だから、イヤホン、まあ、イヤホンだけじゃなくてヘッドホンもポータブルも、ポータブルオーディオの世界の何が素晴らしいって、まあ、頑張ればまだ買える範囲に収められる。はい。で、40万高いと思ってるけど、私も勤め人が買える世界になんとか抑えたいと思ってるけど、まあ、そこがね、多分スピーカーだとできないなと思うんですよ。実際に。スピーカーだと、まあ、いくら頑張ってもやっぱり数百万にはそこまで行こうと思うとね、なっちゃう。だけど、なんとかイヤホンは40万に抑えられてるというところは、まあ、結構いいのかな。いいのかなって、正当化してるのかもしれない。まあ、そうでも、やっぱさっきスピーカーの話してくれたじゃないですか。はい、やっぱその、まあ、スピーカーのハイエンドでしか聞けない音って私もやっぱりあると思ってて、ただ、ね、H1 は、やっぱ初めてそこが見えるじゃないですか。やっぱりそこだと思うんですね。そのイヤホンの中での最高峰だから買えるじゃなくて、その音が出るっていう、そのオーディオのジャンルの中でも、超トップクラスのものが40万円で買えるって考え方が、まあ、できる商品だなって私はいつも思ってて。そう。まあ、今回ちょっと A1 万の音の特徴っていうと、まあ、本当に滑らかで、全くこう、なんていうかな、刺激的なところがない。刺さったりもしないし。だけど、なまってもない。もうどこまでもちゃんとスムーズなのに、きちんとこう、楽器のエッジ感は出てくる。それに、今までに聞いたことがない定義がちゃんとついてくる。イヤホンではなかった。イヤホンではちょっと今までできないと思われてた。まあ自分は思ってた。
低域ですね。で、イヤホンって、弾性制御っていう、方法で低音を出す。スピーカーとはちょっと違うんですね。はい。密閉してるから低音が出る。この和太鼓と同じように、まあ、こっち叩くとこっち、まあ、そういうような、ちょっと今の物理的には問題ある説明なんだけど、まあ、そういうイメージです、イメージですね。そういうイメージで、あの低音が出てるので、その低音の限界だと思ったけど、今回ダイヤモンドを使って、で、しかも今回特性がね、素晴らしいんですね。で、まあ、特性と音は、あの、当然関係あるけども、特性が全てじゃないっていうのはもちろんそう思ってます。そう思ってるけども、メーカーっていう立場で言うと、やっぱり特性をちゃんと、まあ、特性と音の印象の関係っていうのはちゃんと研究していかなきゃいけないし、はい。そこで裏付けがないと、新しいことできないんで、雰囲気でこれはいいねっていう、ゴールデンイヤーがこれがいいねって言ったらいいっていうやり方だと、それはそれでいいものはできるんだけど、未来が作れないうんうん。と思ってるんで、私たちはまあゴールデンイヤー型ではないんでね。で、まあそういうことも含めてですね、ちょっと、まあなんていうかな、A10 万のざっくりした印象で言うと、そういうスムースなところプラス低音の音階が見える新しいイヤホンというのがまあ紹介になるのかなと思いますね。これって、でもね、これね、体験してもらわないとわからないのはわからないんですよ。いや、そうですね。まあ、何かのきっかけでもいいんですけど、一回やっぱ聞いてみてほしい。こんな高いイヤホンどうなんだろうでもいいし、ダイヤの音って何なんだろうでもいいから、一回聞いてみてほしい。特になんかまあ、私もその今ではもうオーディオに大金をかける、まあオーディオ狂いになってしまったんですけど、やっぱり最初はもう中学生、高校生ぐらいとかで、まあお小遣いとかでやってた身なんで、その時もでも買えないもの聞いてたんですよ。もうなんか数十万円みたいなものとか。でも買えないから聞かないも、まあ一個ありはありだと思ってるんですけど、私は個人的には買わない、もしくは買えないっていうものでも、どんどん聞いてもらった方がいいと思ってて、まあさっきのまあ定規の話じゃないですけど、やっぱ一回体験しておくって、自分のなんか選ぶものとか、まあ世界を広げてくれると思うんで、まあ A1 万はその世界をめちゃくちゃ広げてくれるイヤホンだと思うんで。いや、そうなんですよね。A1 万の音っていうのは、究極の引き算の音なんですよ。はい。で、音作りって2種類あって、足し算と引き算がある。で、足し算っていうのは、まあ、ちょっと、わけわからんっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、実は音っていうのは音圧周波数特性っていう、まあ、グラフを見ながら、まあ、見ると、大体傾向とかは大雑把にはわかるわけですけども、これって何かっていうと、何ヘルツの音、どの高さ、低さ、高さの音に対して、どのぐらいの音の高さが出ますよっていうのをグラフに表したものですね。で、これが、この中である帯域が非常にこうピークが立つっていうか、そのすごくよく音出るよ。それは出ないとこもあるよ。出るとこもあるよ。で、実は楽器はそういう音です。はい。楽器っていうのは当然、ね、どっかが強く出て、どっかは出なくて、どっか強く出て、そういうもんなんだけど、今回これは出てきた電気信号を正確に反映するので、言うと、それが正確に反映されるっていうのが本来なんですね。ただ、人っていうのは、人それぞれ耳が違うので、ここはなかなかイヤホンのややこしいところでもあるし、面白いところでもあるわけですね。で、まあ、そこはあるにしても、このピークをどこに持っていくかっていうところで、音の傾向っていうのを作る方法があるんです。で、もう一個が、もうとにかくそういうピークとかを作らないで、やるよというところがあると。まあ、ここがですね、結構大きな、違いになってて、和食の最高峰的な感じなのかなと。
なんか強い塩、醤油みたいなのじゃなくて、うん。だしみたいそな。スパイスもなく、もう、だしだけで、本当に美味しいものが作れると。まあ、それがまあ、今回のこの音の傾向なので、まあ、ちょっと、ざっくりした紹介って言いながらめちゃ長くなったんだけど、まあこんな感じで、あれですかね。音の人だけで時間使っちゃったんで。時間使っちゃいましたね。あのまあでも、それぐらいね、音で喋りたいことがあるモデルっていうのは多分伝わったと思うんで、一応H1 も視聴器とかも、うん全国の家電量販店さんとかイヤホン、ヘッドホンの専門店さんなんかでも聞けるんで、ぜひご視聴だけでもしていただけると、まあ、ファイナルって面白いことしてんなみたいなのが伝わるかななんて思いますね。そうですね。わかりました。で、じゃあまあ、あれですかね。まあ H1 の話、ちょっと聞き足りないこと多すぎるので、まあ例えばその作る方、うんまあマニュファクチャリング的なところとか、あと結構見逃されがちなんですけど、ケーブルとかもめちゃくちゃ凝ってるので、そういうところとかちょっとまた次回聞いてもいいですか？ぜひちょっと。もしかしたら5回ぐらいになるかもしれないけど。ぜひ。長い連載になるかもしれないですけど、じゃあちょっとまた次回ということで。はい。というわけで、本日もご視聴いただいてありがとうございました。今日はありがとうございました。また次回。